劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムより待望の新機体マイティストライクフリーダムガンダム劇中その圧倒的な性能を見せつけた機体を今回はウェザーどうもダーティーです。今回はマイティストライクフリーダムガンダムを制作していきます。汚さずのウェザリングということで矛盾っぽいのですが、要するにウェザリング作業で使用感を出してかっこよく仕上げようということです。では早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1パーツ処理。今回はパーツ処理してから仮組みをしていきます。まずニッパーで切り出し2度切りしていきます。パーティングラインが目立つパーツはデザインナイフでカンナ掛けしてヤスリできれいに整えて消していきます。ヤスリは600番と800番をかけて OK です。これできれいに消せました。次は溝という溝を 0.15mm の高値で掘り返していきます。優しく丁寧に 3,4 回掘り直せば OK です。ヤスリがけをしてモールドが浅くなった箇所もしっかり掘り直しておきましょう。プラウドディフェンダーのウィング部も今回塗装するので後の墨入れのためにしっかりと掘り直しておきます。こちらはプラウドディフェンダーの本体とウィング部分の接続パーツなんですが、少しシャープ化しています。左が処理後です。スポンジヤスリでヤスってとんがらせただけです。そしてアンテナのシャープ化も先にしておきました。ニッパーで安全フラッグをカットして、あとは紙ヤスリの400番、600番、800番と整えて、これで全体的なパーツ処理は OK です。フェーズ2仮組み。パーツ処理が終えれば説明書通りに組んでいきます。今回先にパーツ処理を行ったのはその後の手順が楽になるためにこのような手順で作業しています。さすが新規造形だけあって可動箇所も多く、そしてパーツが細かくて多いので組んでばらしての回数をできるだけ少なくするためでもあります。色分けも素晴らしく、何よりゴールドの成型色が今回すごくかっこいいんですよね。今回は塗装しちゃうんですけども、そして仮組み完成です。フェーズ3ウォッシング。ではウェザリングカラーのマルチブラックを使って早速ウェザリング作業に入りますが、今回はプラウドディフェンダーは一切ウェザリングしませんので外しておきます。本体だけをウェザリングしていきます。で、薄め液で薄めてからウォッシングしていきます。この時塗料を入れた容器を固定しておくとやりやすいです。で、今回ゴールドのパーツにはウォッシングしませんので、これぐらいに分解してウォッシングしていきます。関節部に多いので全て外すと完全にばらすことになるので、ある程度で大丈夫です。こんな感じでゴールド以外のパーツにウェザリングカラーを塗っていきます。で、こちらが全てのパーツにウェザリングカラーを塗った状態ですね。これぐらいのばらしで今回は大丈夫だと思います。このまま15分ぐらい放置します。そしてこのウェザリングカラーは後にまた使うのでラップと輪ゴムをして立ておいてください。では吹き上げに入ります。綿棒に薄め液をつけてしっかりと吹き上げていきます。今回は完全にきれいに吹き上げていきます。こちらが比較ですね。成型色のトーンダウンと墨入れを兼ねたウォッシングになります。ボディパーツはこんな感じ。腕のアーマーもきれいに吹き上げています。フェーズ4トップコート。ではスーパースムースクリアの艶消しを使ってトップコートを吹いていくのですが、先にビームライフルにシールを貼っておきます。スコープのシールだけは後に貼りますね。で、こちらウォッシングの時に外さなかったゴールドのパーツを全て外しておきます。このように要所要所にあるゴールドパーツをきっちり分解して取り外してからトップコートを吹いていきます。で、こちらがトップコートを吹いた状態です。かなり細かくばらさないといけませんが、しっかりゴールドパーツは取っておいてくださいね。フェーズ5塗装。ではプラウドディフェンダーの塗装に入ります。まずはばらしてゴールドパーツを外して白いパーツだけにしていきます。コックピット部分も今回はそのままで塗装していきます。こんな感じで塗装準備が終えれば、今回はクリアシルバーとホワイトパールを混ぜて塗装していきます。
完全に直感にしたかったチョイスです。塗装後ですね、細かくパール粒子とクリアシルバーの金属粒子が見えます。本体とプラウドディフェンダーにメリハリがつきすぎても違和感になるので、今回はこれぐらいの塗装にしておきます。フェイズ6ゴールドラッシュでは、次にゴールド部分の塗装を行っていきます。主に関節部分をレッドゴールドで塗っていきます。あとプラウドディフェンダーの上部のウイング、あと本体の裏側もレッドゴールドで塗っていきます。そして次にゴールドフレームとハンドパーツをブルーゴールドで塗装していきます。で、こちらプラウドディフェンダーのウイングパーツはスーパーゴールド2とラフゴールドで調色したゴールドを塗っていきます。で、ゴールドではないのですが、ツインアイのパーツはメタルイエローで塗装していきたいと思います。普通の見たまはマスキングしてレッドゴールドを塗装していきます。で、こちらはブルーゴールドの塗装後です。股関節パーツはレッドゴールド。比較するとやっぱり色味が全然違いますね。で、こちらが調色したゴールドです。金属粒子が大きいのギラギラで反射がすごいです。で、メタルイエローに乗ったツインアイがこちらです。では、ここでゴールドパーツとプラウドディフェンダーのパーツに光沢のトップコートを吹いておきます。フェイズ7墨入れ。では、ゴールドパーツにダークグレーの墨入れを行っていきます。モールドの彫り直しを行っていれば、塗装後でも綺麗に墨入れができます。プラウドディフェンダーの白いパーツにはグレーで墨入れを行います。墨入れを行ってはみ出した部分はエナメル溶剤できれいに拭き上げれば墨入れは終了です。フェイズ8ツインアイでは、メタリックイエローに塗ったこちらのパーツにエナメル塗料のフラットブラックを使って熊取り部分を塗装していきます。ツインアイにかぶってもいいので、しっかりと熊取り部分を黒く塗っていきます。こんな感じで OK です。では、乾燥まで少し待って、乾燥すればエナメル溶剤を使ってツインアイにかぶった部分だけを拭き取っていきます。僕はフィニッシュマスターが使いやすいので使っていますが、綿棒でも大丈夫です。ツインアイ以外の部分を拭き取ってしまったら、もう一度ブラックを塗ってを繰り返します。こんな感じで綺麗に拭き取れました。フェイズ9フィルタリングでは、ウォッチングの時に取っておいたウェザリングカラーのマルチブラックでフィルタリングをしていきます。ウォッシングした時よりもさらに塗料を薄めて使っていきます。それをパーツのエッジ部分に塗っていきます。艶消しを吹いた後なので、じわーっと滲んで広がっていきます。これを薄め液をつけた綿棒で境をぼかしたり拭き取ったりして調整していきます。ウォッシングと何が違うのって思うかと思いますが、ウォッシングは拭き上げて濃淡を調節しますが、フィルタリングは塗って濃淡を調整します。ウォッシングは全部塗って拭き上げるから、それの部分版みたいなもんですね。この作業で全体にくすみをつけていきます。すごく地味で時間がかかる作業ですが、艶消しを吹いたパーツすべてにフィルタリングの作業を行っていきます。こんな感じにほんの少しくすんだ感じに仕上げます。こちらが比較です。右がフィルタリング後です。見比べれば確かにくすんでパーツの立体感が増しているのがわかると思います。今回は汚さずがテーマなので、汚くならないように注意しましょう。フェーズ10チッピング。今回はエナメル塗料のクロームシルバーと爪楊枝でチッピングしていきます。いわゆるハゲチョロ描きですね。艶消しを吹いた白いパーツ以外にチッピングを書き込んでいきます。今回はかなり控えめに行っています。爪楊枝の先ではなくサイドの部分をエッジに当てて塗料をのせていく感じです。塗料がつきすぎたら溶剤をつけた綿棒で拭き取っていきます。ボディパーツはこんな感じにしておきました。かなりあっさりめに仕上げています。膝パーツはこんな感じです。フェイズ11ウェザリングマスター。ここで頭部とビームライフルのセンサーシールを貼り付けておきます。プラウドディフェンダーのシールも貼っておきましょう。で、あらかた組み直したらウェザリングマスター B セットのすすで
本体の使用感を少し足していきます。エッジ部分に軽く乗せていきます。組んでからこの作業を行うのは全体のバランスを見ながら最終調整するためですね。で、あくまで今回は汚さずのウェザリングなので、水性塗料の溶剤でウェザリングマスターを拭き取ったりにじませたりして調整していきます。水性塗料の溶剤でウェザリングマスターは溶けるので、艶消し後に取れにくいウェザリングマスターはこの方法なら調整しやすいです。汚れて見えないように調整していきます。こんな感じで今回は仕上げています。ファイナルフェーズ、組み立て。さあ、ではいよいよ組み立て作業に入りましょう。今回は汚く見えないウェザリングということで、かなり神経質な作業が多くて、正直いつものウェザリング作業がいかに雑だったかというのが改めて分かりました。でも今回でまたいろいろな作品のインスピレーションが湧いてきたので、かなりいい経験になりました。では完成です。どうぞ。では比較を見ていきましょう。今回は汚れた印象を与えないように全体的にウェザリング作業でくすみをつけて使用感を表現するという作品に仕上げました。本体の艶消しをしたパーツだけにウェザリングを施し、ゴールドパーツには3種類のゴールド、プラウドディフェンダーにはパールシルバーと汚しを抑えて光沢やメタリック塗装することによってメリハリをつけて仕上げてみました。ではズームで見ていきましょう。エッジ部分を強調するだけならエッジに塗料をつければ楽なんですが、一つずつの面に対してくすみをつけて汚く見えないような陰影のつけ方を意識しました。ゴールドも単色にせず色味を分けることによってそれぞれのシルエットがはっきり見えるようにしました。プラウドディフェンダーは程よい光沢をつけるようにしました。パール塗装してクリアシルバーだと多分すごく丸みを帯びた印象になるので、全体のバランスがいまいちだろうと思いこの塗装を行いました。いかがだったでしょうか。今回はマイティストライクフリーダムガンダムを汚さずのウェザリングでくすみと使用感をつけ、そしてパーツごとの艶消し、メタリック、光沢とメリハリをつけて仕上げてみました。ここでぐるぐる回してると分かると思うんですが、プラウドディフェンダーはもちろんゴールドパーツ、ツインアイもメタリック塗装なので、光の当たり方によってギラッと光るんですよね。で、この動画が良かったと思ったら高評価、またチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた。